はい、こんばんは。建築情報学会チャンネルです。今晩の、ホストを務めております、竹中工務店の粕谷と申します。よろしくお願いいたします。そしてですね、本日のゲストは、慶應義塾大学の中西先生となります。前回も少し触れたところではありますが、私の大学院時代の、大学院時代の恩師となっております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、まずはちょっと中西先生の方から自己紹介とはい、いうことで、所属とか経歴とか、ごはい、専門にしている分野とかを触れていただければと思っております。はい。所属は慶應義塾大学の、環境情報学部で、経歴としてはですね、東京大学の、産業機械工学科というところを、出て、大学院まで行きまして、その後は、電気通信大学と東京農工大学に行きまして、粕谷君とは、その農工大以来の付き合いなんですが、その後に慶應義塾大学に、移りました。で、経歴としましては、そういうものなんですが、その大学院の時に、前、交流委員会でもちょっと話したんですけども、たまたま、学部の研究室と大学院の研究室が変わりまして、大学院の時の研究室の先生が、月代先生っていう人で、もともと、丹下県にいて、磯崎先生、新田さんとかと、付き合いが深くて、磯崎さんの ICC の展覧会を、手伝うことになって、いろいろそれ以降、建築家の人たちとお付き合いがあるというような、経緯になっています。ただ、専門分野としましては、ヒューマンコンピュータインタラクション、が専門分野でして、これまでいろいろな、インターフェースの研究をしてきました。後ろに出てる動画はですね、そういう動画が、いろいろ流れているんですけれども、そういう意味で、建築情報学会、の中で、ある意味、本当に建築学科を出てないっていう意味で言うと、多分僕と粕谷君が、ある意味、そういう典型なのかなという気がするんですけれども、僕自身がその建築家の人たちといろいろ知り合うようになった、その磯崎さんの展覧会自体も、インターネットが登場するタイミングで、どういうふうに都市が変わりうるのかとか、建築がどうコンピューターで変わりうるのかということが、盛んに議論された、そういう時代だったんですね。ちょうど、20年前ぐらいですけども。そういう意味で、今、その前のムーブメントとしては、メインフレームとか、CAD っていうものが出てきて、建築を作るプロセスとか、そういったものにいろいろ変化が起こるんだということで、建築情報学会の源流になっていると思うんですけども、何十年かに一回そういうビッグウェーブみたいなものが、来てると思うんですが、今ちょうど、ロボティクスとか自動運転車とか、AR、XR、ゲームみたいなものが建築とか都市と、リンクして、それぞれが何か離れ小島というか、島国だっていうようなものが、海面が下がって、地続きになっているような、そんな、イメージで今、建築情報学会の中で、どんな動きが現れるのかなということを期待しながら、活動しているといったところですね。はい。ありがとうございます。非常にもともと機械工学をやられてたんですよね。でもそれでも建築に、関わられて、そこからものすごい視野の広いというか、その HCI の研究者とおっしゃりながら、私が研究室に在籍してた頃から、まさに GIS 系のシステムであるだとか、他にほら、ワークプレイスとかいろはい。いろやられてたはい。じゃない。はい。あれっていうのは、そもそもその先生の研究分野として、あのその HCI っていう視座からすると、なかなか理解しがたいはい。はい。ものがあるというふうに思うんですよ。一般的に外から眺めるとね、はい。先生の著うん。作とかもそのポストオフィスに始まって、アイデアキャンプとかいろいろ出されてるじゃないはい。ですか。必ずしもやっぱりテックのお話ではなくて、非常にソフトなところでかなり逆にそこにコミットされてるような印象を持っなるほど。ていて、そういったその研究のアプローチというか、
なんかどういうことをこう起点にいろんなことを何かにこう始めようとか、そういうことを思われるのかなっていうのはちょっと興味があるなところですね。はい。そういう意味で言うと、大学院の時の研究は、完成情報処理って呼ばれるようなジャンルの研究をやっていて、人間が美しいっていううん。思うことをどうやってコンピューターにインプリメントというか、教えればいいのかっていうような、研究をしてたんですけれども、そのきっかけみたいなことっていうのが、僕がいた機械工学科って、120人ぐらい学生いるんですけど、10人、成績のいい人って、無試験で大学院に入れてもらうんですね。だけど、成績のいい10人って、設計の課題があんまりできないんですよ。設計ってのは逆に、機械のってことですか？そうです、機械工学科のね。で、なんかエンジンを設計しろみたいな、原チャリのエンジン設計しろみたいな、今考えたら大した設計でもないんだけど、でもやっぱりなんかそういう設計系の課題って、ちょっとこう野生味があるやつみたいなやつの方が、うまくできたりして、で、その勉強ができるっていうことと、設計ができるっていうことは、なんか違う知性のあり方なんだっていうことになんかこう、気がついて、でその創造性を発揮するとか、何かものを作り出すっていうその知性のあり方っていうものになんか関心を持って、大学院時代そういう、何かデザインをするっていうこと自体、どういうことなのかっていうことに興味があったんですが、それに関連してポストオフィスとかなんかは、一人だけで想像するっていうことに加えて、複数人で何かを作り出していくっていう、環境をどうやって作り出すと、より人間って創造性を発揮できるのかっていうことに、関心があったりして、そういう意味で、例えば、笠谷君が研究してたような何かフレームワークを考えるとか、っていうこと自体も、どういうふうな道具を準備してあげると、人が何か作りやすくなるっていうことが発生するのかっていうことに関心があって、ちょうど今、後ろで動画が見えてる、シティコンパイラーっていうのも、笠谷君からすると懐かしいプロジェクトだと思うんですけど、そういう、どういうツールを準備すると、何か今デジタルサイネージで一般的になったような空間的な情報システムっていうのが作りやすくなるのかっていうようなことに関心があって、そういう意味で言うと、僕はシティコンパイラーみたいな設計フレームワークを考えるっていうことと、オフィスを考えるってことと、なんかこうアイデアキャンプみたいにみんなでどっか出かけてアイデアを出そうよっていうのは、大体同じ関心事になったところからスタートしているって感じなんですね。で、特にアイデアキャンプの時は全くデジタルツールを使わないで、そういうアイデアを出す環境っていうものを、自分がなんかこう発想できるのかっていう、なんか一種のチャレンジみたいなところもあったりして、フルデジタルなこともできるし、なんかフルアナログなこともできる自分っていうのがいるのだろうかっていうような、関心だったっていう部分もこれ知らない方のために一応補足をしておきますと、このアイデアキャンプっていう本がありまして、それは先生がイーゼルとかを持って外に行ってキャンプをしながら想像すると。そうですね。段ボールとか紙とかを持って、どんな段ボールをどんな風に使って、どんな紙をどんな風に使って、みんなでアイデアを出し合うと、オフィスにはない環境でアイデアが出しやすくなるのかっていうようなことを、東京ある不動産とかやってる馬場さん、なんかと一緒にやったりして、今、博報堂の岩崎さんなんかも一緒にやってたんですけど、今度はなんかむさびの先生になられて、そういう意味で言うと、なんですかね、捉えどころのない研究をしてるっていうふうに多分、見えたりするんじゃないかなと思うんですけども、そういう意味で言うと、どういうふうに知性を発揮するのかっていうことに一番関心があるんじゃないかなと、本人には思っていて、
で、やっぱりその建築っていうものに、ちゃんと触れたっていうのが、磯崎さんの展覧会だったと思うんですけど、やっぱりその機械を設計するっていうのと建築を設計するっていうのは、基本的に動くものと動かないものを作るっていう、違いがもちろんあるんですけど、やっぱそれ以上に違うことって、やっぱ建築って都市とか社会とか、なんか文化とか、その考えることがすごくいっぱいあって、そこはその機械を設計するっていうことと大きく違うところなんですよね。単純にその建築家が考えなければいけないことの幅の広さみたいなものが面白いなっていうところはすごくあって、いっぱいいろんな人でも建築のことを知れば知るほどその幅の持ち方とか深さには人によって本当に全然違ったりするので、それでいろんな建築家の人たちが、さらにお互い批評し合ったり、どうあるべきかみたいなのを、語り合ってるっていうのも、ある種他の設計のジャンルと、大きく違うところで、それも一種、文化だと思うんですけど、それもある種、面白いところだなというふうにいつも思ってます。今ちょっと聞いてて思ったんですが、その建築家の思考プロセスっていうのは非常に興味があるということが分かるんですが、逆に言うと、そのコンピューターサイエンスの人たちの建築の関わりって最近どう思われますか？あまり僕のやつらとそんなに先生のように建築家にコミットされてる先生はいらっしゃらないような気がしていて、そうだと思いますね。逆にその建築情報学会ってみんなわーってそういう人が建築に乗り込むみたいな、一方でそのアカデミアのいわゆるいわゆるコンピューターサイエンスの人たち、特に純粋な人たちであればあるほど結構やっぱ距離を取られてるような気がするんですよね。もしそこにご意見があれば。その一方でやっぱりゲームを作るとか、AR とか XR をやるっていうふうになると、やっぱそのリアルワールドにコミットしていくことになるので、そういう接点が増えるのは間違いないだろうなと思いつつも、やっぱり昔、とあるその情報系の人になんかそっと聞かれたのは、なんで建築家ってあんな偉そうなんですかって聞かれたことがあって。なんか他のジャンルからすると、あまりにもジャンルがいろんなことを勉強しなきゃいけないっていう、それをさらにサバイバルしてきてトップにいるっていう、その建築家の人たちのメンタリティっていうものが、なんとなくとっつきにくいっていうようなところは、普通はあるんだろうなという気はしますね。それがどうですか？なんか最近は少しずつ変わってきてるような雰囲気はあるんですかね？特に、なんでしょうね。こんなこと言ったら本当怒られそうかもしれないですけど、昔ほど偉そうな建築家の人が減ったなっていうのはあるんですよね。面白いですね。で、それは逆に言うと、政治とかと、昔は本当にがっつり建築とかの人たちって結びついてたと思うんですけど、そことの結びつきが今、良くも悪くも薄れている部分もあったりして、実際に、作品のスケールも昔ほどナショナルアーキテクトが手掛けるような、巨大プロジェクトっていうものを、背負わなければいけないっていうなんか立ち位置は、良くも悪くも、なくなりつつあるっていう意味で、やや、情報の人たちと接点を、持ちやすい人が増えてるんじゃないかなっていう気はしますね。その一方でやっぱりロボットとか、AR とか、コンピュータービジョンもそうだと思うんですけど、非常に技術革新があるじゃないですか。だからそういった意味では裾野を広げなくちゃいけないような時代にすごくなっていると
思っていて、そういった中でその先ほどの建築家の思考のプロセス、建築家が思考するっていうことだけじゃなくて、そのコラボレーションのプロセスっていうのが、やっぱりこう見直しがなってくるんじゃないのかなというふうに思うんですよ。だから、なんていうか、先生が結構サバティカルとかでスタンフォード行った時に、なんか僕にとうとうといろいろ説明してくれたと思うんですけど、やっぱそのチームのお話であるだとか、そういった文化を変えなくちゃいけないっていうような、結構課題意識があるんじゃないかなと思うんですが、いかがですかね。特にそのコラボレーションって考えたときに、やっぱりそのチームプレーに対する意識っていうのが、やっぱり僕もアメリカに1年いただけですけど、全然違うんだなっていうのは、すごく痛感したことで、やっぱりアメリカにて面白いなと思うのは、アメリカでメジャーなスポーツって、本当に分業制で選手交代何度してもいいっていうスポーツが多くって、アメフトだったり、バスケットボールとか、あとアイスホッケーもそうだと思うんですけど、何かその、お互いが役割が明確で、良くも悪くも、チームプレーを非常に意識している。だけど、でも、かなり分業がクリアだっていう、そのスポーツのあり方と、働き方が結構近いっていうのが、ちょっと面白いなと思った気づきだったりするんですけど、逆にそのなんか分業って、ある意味、お互い100%なんか分かり合えるっていうふうには必ずしも思ってないからこそ、なんかこう、あうんの呼吸みたいなことにこう頼れないというか、なるほど。その、あうんの呼吸に頼れないからこそ、いろんな制度とか法律とかが日本とアメリカで大きく違うんだと思うんですけども、やっぱそのコラボレーションをするときに、何か同じツールを使ってるっていうことがすごく、武器になると思うんですよね。で、そのスタンフォードのデザインシンキングって、もちろん案の定デザインできないじゃないかっていうような批判ってもう延々とされてると思うんですけど、あれはほとんどチームプレーのための、共通言語でしかないというか、あれを一通り学んだ人は実はデザイナーではなくて、エンジニアとか、ビジネスとか、ロースクールに行ってる人たちがデザインシンキングを学ぶことで、デザイナーとチームを組んでビジネスをスタートできるっていう、そういう土壌が出来上がってるっていうことに一番大きな価値があって、そういう意味で言うと、今、仮に建築家の人とコンピュータサイエンスの人と、他にもビジネスの人とかが一緒に仕事をしていくっていう時に、やっぱ共通のツールが一緒で、データも一緒でっていうふうになりさえすれば、これまで勉強してきたそのドメインみたいなものっていうのも書き直ったら大きく取り払われると思うんですよね。それが例えばプラトーだったり、みたいな地図データだったり、なんかライダーでスキャンされた天群データだったり、ユニティなのか、アンリアルエンジンなのか、あれですけども、そういうその道具さえ共通で喋れる部分が、共通言語が、日本語以外でたくさん持てさえすれば、さらにこういう建築情報学会的ないろんな知識が求められるじゃ、そういう領域でよりコラボレーションが進むことができるようになるんじゃないかなっていうふうには思ってますね。なんかそういったやっぱツールとかも格段に進みましたね、逆に言うと。以前から言うと、この後ろのシティコンパイアの時期と、やっぱり今では全然やっぱりツールのその広がりも全然違いますし、共通言語ができてきたってところがあるのかなと思っていて。でちょっとあんまりもう時間がなくなってきたので、最後にスマートシティのところについてぜひ触れたいなと思っていて、皆さん、ここに聞いている皆さんご存知かしらないですけど、中西先生は今ですね、ノートで連載をしておりましてですね、スマートシティに関するやつをやってます。で、そこは、私が言うのも非常におこがましいんですけども、非常に日本的なスマートシティのあり方っていうのを、いろんな視座から見直していられると
いうことで、ちょっとぜひそこをまずですね、この5分で何を語るかっていうのは重要だと思うんですけど、そこで今先生がこうなそうとされている思想みたいなことに触れられればなと思うんですが、一言いただいてよろしいですか。さっきその冒頭の方でもうん、なんかその知性の発揮の仕方に関心があるんだっていう話をちょっとしましたけれども、そのスマートシティってものを考えたときに、何かそのいっぱいセンサーがついて、エネルギー効率が良くなりますよとか、何かお昼時の待ち時間が減りますよみたいな、うんそういうなんかこう、より効率的なアクティビティを実現するっていうようなことだけじゃなくて、新しい、なんかこう、知性のあり方みたいなものが引き出されるのであれば、そのスマートシティを作り、スマートシティで暮らすなんか価値がすごくあるんじゃないかなって思ってるんですね。で、例えば、近代の都市が生まれた時に、農村で暮らす人たちが都市に出てきて、やっぱり新しいものの考え方っていうのが生まれてきたんだと思うんですけど、それは結果的に文化につながったりしたと思うんですけども、やっぱそれぐらいのジャンプがもしスマートシティの中で起こるのだとするとどんなことだろうかっていうことを考えたいというか、その時に、これまで人間の知性、新しい知性を引き出してきた道具が、一番最初の道具が、紙とペンだったとすると、やっぱ紙とペンがあるからこそ、できるようになった思考とか、コンピューターができたからできるようになった思考っていうのがあると思うんですけど、その時にさらに身の回りに AI がいるとか、身の回りにロボットがいるとか、そういった環境が構築された時に、人間はどのように変容していくのかっていうことを考えないといけないんじゃないかなと思うと、それはなんか人間中心主義ではなくて、何かポスト人間中心主義、もしくはポストヒューマン中心主義。だからそのポストヒューマンっていうのは、いろんな考え方があるんですけど、人間を超越した人間というよりは、僕たちが知らなかった新しいなんか思考パターンを持ってる人間がポストヒューマンだというふうに考えると、そのなんか今僕たちが考えている人間像を中心に置いて、なんかこう新しい環境を作ろうとしていくことが、むしろ足かせになるんじゃないかなっていうふうに思っていて、じゃあその自分たちが今の人間像を中心に置かないということをどうやって考えるフレーム枠組みを作れば、その今の自分たちを中心に置かないで、新しい都市とか環境を考えられるだろうかって考えたときに、何か自分たちとは違う知性を持った人たち、何かに、挟まれて生きていく自分たちっていうのを考えていくと、そういう思考が広がるんじゃないかと思って、スマートシティとキノコとブッダっていう、タイトルで、いろんな人とお話をさせていただいているという感じですね。それはつまりやっぱその今はデジタルネイティブななんだって言って結構人に注目をされたような言われ方もあるんですけど、そうではなくてやっぱりそのペリフェラルな環境っていうのから逆に何ですかね、人間の内面を捉えていくというようなそういうアプローチなんですか？人間の内面を捉えていくのかどうかちょっと何とも言えないんですけども、単純にやっぱりコンピューターを持っていなかった時代の人間とコンピューターがあると、それこそデジタルネイティブって、その知性とのつながり方って言っちゃ変、なんかこう大げさですけど、わからなかったらググるとか、漢字読めるけど書けないとか、そういうそのこれまでの人間、50年前の人間からしたら、何それっていうような人間になってるわけですよね。で江戸時代の人たちは例えば京都から東京まで歩いてたわけですけど、俺京都まで歩きで行くわって今言ったら、はって言われると思うんです。そういう知り合いはそういえば知ってますね。知ってるけどね。歩いたやつ知ってるけど、でもそれ、はって言われるわけじゃない。つまり、今僕たちが、はっていうような
人間が生まれることが、うん新しい時代を切り開いてるっていうことだったとすると、そのある意味の大きなジャンプが生まれてるはずなんだけど、そのジャンプが生まれてるっていうことをどうやってジャンプすることができるのかっていうことを、考えてると言っていいのかもしれないです。ここはやっぱ私すごく思うのは、本当に最近のスマートシティとかスマートコミュニティ、私がやってるスマートビルもそうかもしれないんですけど、結局やっぱ植物的なソリューションに陥りがちで、いわゆる社会背景から今こういうペインがあって、将来的にこうでバックキャスティングみたいなお話だと、今の話って多分出てこないと思ってるんですよね。ただ、そういう会話をしよう、例えばそのクライアントにしようと思うと、特に企業人からするとかなり、非常にハードルが高いといったところがありまして、だから私は逆にものすごく応援したいなということを思っていて、先生みたいなある種哲学的にスマートシティを捉えて、そういった新しい考え方を発信していくっていうのは、かなりですね、なんかインパクトがあるんじゃないかな、個人的にはすごく思ってるんですよね。だから僕、ノートの連載がいつまで続くのかわからないですけど、最終的な成果物をものすごい楽しみにしてる。ゴールイメージって今どういう感じなんですか、そうすると。今の先生のやつって、クレスト、先駆けのやつで確か助成金をいただいてらっしゃる。そうですね。クレストのっていう、JST からいただいている研究費の一環でやっているんですけれども、なので、あと、今年度中ぐらいはいろんな人にインタビューは続けようと思っているんだけれども、でも、逆にその10年後ぐらいに、あんなこと話してたのが、今頃なんか分かってきましたみたいな風なことを、言えるぐらい自分でも謎なことを考えたいと思っていて今すぐ答えが出るようなことを探して、なんかいろんな人と話してるわけじゃなくて、逆に言うと、その新しい問題を問いを立てるためにいろんな人と今話をしてるというか、でも何かその大きな問いとしてはさっき話したような、本当に新しい環境が生まれてくるのであれば、どのような知的提携活動が生まれるのかっていうことに一番関心があるので、その多分だから今例えばそのプラトーで 3D データを公開しましょうみたいなことって、コンピューター32ギガのメモリを積んで M1 チップが動いてますとかっていうぐらいのマシンパワーがあるからあんなのできるのであって、やっぱりその時代が変わることでできることって大きく変わって、そのできることが変わると人間の思考っていうのは必ず変わってくるはずなので、多分10年後はもっと変わってるっていうふうに思うんですけど、でもなんかそのテクニカルな話だけでそれを考えようとすると多分うまくいかないなと思っているので、非常にその時代を超越したような話とか、なんか人類を超越したような話に、意図的に挑んでいるというような、ところですね。でもそれはあくまでもちゃんと現在の延長線というか、ポストなんとかなのかもしれないですけど、SF ではないってことなんですよね、多分。そうですね。だから、その、SF っぽい話にはもちろん、なる場合もあるとは思うんですけども、やっぱり関心事っていうのは、人間の知性のあり方。ただその人間って言ってる時の人間は、今の自分たちではない、なんかもっと、1000年とか何万年とか、延々と続いてきた人間の営みの中で、どういうふうに人間は知性を発揮したのかっていうぐらいのスパンで考えられるといいなというふうに思っています。壮大ですね。素晴らしいと思います。ありがとうね。そんなこと逆にね、企業の人ができないんで。いや、できないので、そう、だから応援してるんですよ。大学の人にやるような。クライアントにとりあえずこのノートを読んどけみたいな感じとは思います。はい。試験には出ませんって言っといてください。もう時間があれなんですけど、最後に建築情報学会について、ぜひその学生とかにメッセージがあれば、またその学会自体でもいいですけど、一言いただくっていうのが慣習になっているので、ぜひお願いします。建築情報学科に入って、普通の例えば自分の大学とかでは出会わなかったような人となんか出会って、なんか新しい
ジャンルに飛び込むみたいなことが起きるっていうのが一番僕はいいことなんじゃないかなと思ってるので、ぜひ、まだちょっとコロナでそういうイベントとか参加しづらいとは思うんですけど、そういうチャンスを提供したいと思っているので、ぜひ、いろんな、機会に参加していただきたいなと思っています。はい。はい。私もそう思います。僕も永井先生にはなんかあんまり合ってるようで合ってないので、しかも絶対リアルではほとんど合ってない気がするんですよね。そうね、なんかリアルであったの、かすや結君婚式以来なんじゃないかな。そんな気がする。はい。今の流れでですね、ごめん、次回のゲストのことも紹介していただければと思います。よろしいでしょうか。はい。次回のゲストはですね、杉原悟さん、にお願いしました。杉原さんも、今でこそ建築家ですけども、僕最初に知り合った頃は普通にプログラミングをして、た人で、ICC で出会ったのが、喋ったのが多分一番最初だと思うんですけど、僕の中でも、建築情報学会の中では、粕谷君も杉原さんも、ある意味いい褒め言葉なんですけど、本当に変態だと思っていて、これの変態的なっていうか、モンスター的な人が、いっぱい建築情報学会の中で増えていくといいなと、思っているので、ある種のロールモデルと言っていいと思うんですけど、その杉原さんにもですね、コンピューターを使って建築をデザインするということについていろいろお話を聞きたいなと思います。ありがとうございます。非常に楽しみでございます。はい、じゃあ、次回ですね。これ日程は言った方がいいのかな、そうですね。2週間後、5月27日。はい。10時からということで、またよろしくお願いいたします。じゃあ、本日はありがとうございました。はい。どうもありがとうございました。バイバイです。